いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。魚たちの生活に最も大きな影響を与える自然現象の一つ、潮汐。その仕組みや働きを正しく理解することは、釣りを楽しむ上でも非常に大きな意味を持っています。今回はまず潮汐の概念について詳しく解説していきます。本日の結論です。潮汐を理解すると、魚の習性や行動もよくわかるようになる。本日の目次です。潮汐と私たちの暮らし。潮汐についての基礎知識。世界には15メートルもの潮差も。潮汐を測定するには。潮流とは。潮汐の原理。それでは順に見ていきましょう。潮汐と私たちの暮らし。人は満ち潮に生まれ、引き潮に死を迎える。そんな言い伝えは世界各地で古くから信じられてきました。それは人間を含めた地球上の生命の多くが月の運行に支配される潮汐のリズムに大きな影響を受けていると人々が経験的に認識していたことを示しています。我々の血液の成分組織が海水に類似していたり、女性の月経周期が潮汐と表裏一体である月の周期に近似しているのも、人類の遠い祖先が海洋に起源を持っていることと深い関係があると考えられています。また、大潮には殺人や強盗といった凶悪犯罪が多く発生し、小潮にはケアレスミスが原因となる交通事故が多いという現象は、統計学上も優位に示されており、警察がこの周期や傾向に合わせた警備活動を行っているという話もあります。大潮には人間の感情が高揚し、小潮には注意力が散漫になるとすれば、これも我々が魚と同様に潮汐の大きなリズムに支配されて日々を暮らしていることの証左となるでしょう。周囲を海に囲まれている我が国では、潮汐が生活や文化と密接に関わってきました。人々は潮の干満やそれに伴う潮流と上手に付き合い、日々の生活に取り入れてきたのです。その一コマ一コマは芸術や様々な形で後世に残され、この島国に育まれた海洋文化の一端を担っています。例えば万葉集、ぬかたの大君は、にきたつに船乗りせむと月ばてば、潮もかないぬ、今はこぎいでなと読みました。にきたつで船を出そうと月を待っていると、やがて月も出てきてうまい具合に潮も満ちてきました。さあ、今こそ漕ぎ出そうという歌です。柿の本人麻呂も、潮騒に伊良湖の島辺を漕ぐ船に、芋乗るラムか荒き島見をと読み、伊良湖の島の周りを漕いでゆく船に、あの人も乗っているのでしょうか。潮の流れが荒い島の周りを、と異性へ旅立つ恋人への思いを表現しました。また、潮の流れの変化が歴史の1ページを演出したことも珍しくありません。平家が滅亡した壇ノ浦の戦いでは、当初潮の流れに乗って戦いを優勢に進めていた平家が、流れの変化とともに義経率いる源氏に押され、新山と幼い安徳天皇の入水へとつながっていきました。潮汐が一つの政権、権力の隆盛や凋落を彩った恒例です。いずれにしても海洋国である日本において、潮汐が最も重要な自然現象の一つであったことは言うまでもありません。潮汐についての基礎知識。潮汐とは潮の満ち引きを指す言葉で、一般には海域において起こる現象に用いられることが多いです。厳密には淡水域でも潮汐は発生しているのですが、その水位の変化がごくわずかなため観測するのは難しいです。ただし淡水域でも琵琶湖、霞ヶ浦の規模であればそれを確認することができると言われています。潮汐は地球以外の天体の潮汐力によって主に海面が上下する現象です。海釣りを楽しむ方なら誰もが遭遇したことがあるはずです。釣り具店などの店頭では
今日は潮の動きが良かったね。週末は潮がいいな、などという会話が頻繁に交わされますが、これこそが釣りと潮汐の深い関係を示しています。海面が最も低くなった状態を干潮、最も高い状態を満潮と呼び、干潮には引き潮や低潮、満潮には満ち潮や高潮などの呼称もあります。そして干潮と満潮を潮の干満と総称しています。満潮から次の満潮までの周期は平均で約12時間25分。したがって干満の時刻は毎日約50分ずつずれていくことになります。基本的に満潮と干潮は1日に2回発生しますが、最初の満潮、干潮と次の満潮、干潮の水位が同じにならないことがあります。これを日潮不等と言います。日潮不等の一つとして、1日2回ずつのうちの1回がほとんど変化しない場合があり、それを1日1回潮と呼んでいます。これは東京湾では年に1日程度、北海道の網走では月に7日程度、ベトナムのトンキン湾では中潮のほとんどすべてと大潮の一部と、地域によってかなりの差が見られます。日本近海の日潮不等の程度は、黄海や東シナ海、瀬戸内海西部などで小さく、九州より襟裳岬までの太平洋岸では中程度となります。しかし、日本海周辺、北海道、樺太、千島方面は著しく、オホーツク海洋部は最大となり、おおむね日本近海では南の方が小さく、北に行くと大きくなる傾向にあります。満潮と干潮の水面の差を潮差と呼んでいますが、これは日によって変化します。つまり、干満の差は一定ではないということで、大きく増減する日もあれば、その逆もあります。潮差は月齢が昨、新月や某、満月の2日から3日後に最大になり、この状態を大潮と言います。月齢が上限、下限の頃に最小となって、こちらは小潮と呼びます。また、小潮の末期に干満差が一段と小さくなって、潮位の変化がゆっくりと長く続くように見える状態を長潮と言います。一方、長潮を過ぎ、再び大潮に向かって干満差が徐々に大きくなっていくことを若返っていくことに例え、若潮と呼び、一般には長潮の翌日を指します。潮差の大きな大潮の時は海面の昇降が大きいので水の動きが激しくなり潮流も強くなります。浅場では海岸線が大きく後退し潮干狩りなどに好適な状態となります。干潮から満潮へ海面が上昇することを潮潮、逆に下降することを落潮と言います。釣りでは上げ潮、下げ潮と呼ぶ方が一般的です。しかし、海面を上下させるのは潮汐力だけではなく、気圧の差や風、地震によっても起こり、これを気象潮と呼んでいます。台風などによる高潮は、この恒例でもあります。世界には15メートルもの潮差も、潮汐の変動は場所によって様々です。満潮と干潮の差がほとんど確認できない水域もあれば、10メートルを楽に超え、ちょっとした雑居ビルほどの高さに達するところもあります。また、数百キロメートルの海岸にわたって潮汐がほとんど変化しないエリアもあれば、わずか数キロメートルなのに目まぐるしく上下する海域もあります。日本では潮受堤防の締め切りで話題になった九州西岸の有明海が有名で、この湾王の潮位の差が5メートルくらいあります。朝鮮半島西岸のインチョンで最大 8.1 メートルという例もあって、有明海も世界的に見ればさほど大きな数値ではありません。カナダ東岸のファンディ湾王では潮位差15メートルなどというすごい記録もあります。イングランド西岸、英仏海峡、アラスカ南岸でも10メートルを超える例が見られます。一方で、外洋に接して開港しているようなエリアでは、潮差、海洋潮汐はあまり大きくならず、
小笠原の父島で 0.8 メートル、沖縄の那覇で 1.6 メートル、タヒチで 0.3 メートル、フィジーで 1.1 メートルと2メートル以内に収まっています。基本的に入り口がごく狭い内湾や沿海では調査が小さくなります。それは海水の出入りが制限されてしまうためで、その一つである日本海沿岸ではわずか 0.3 メートルとなっています。ちなみに沿海とは大陸周辺に位置する海のうち一部が半島、列島などに囲まれて対応が不完全に分かれた海域を指します。干潮時に広大な干潟や浅場が現出する海域では、各種微生物や関係動物類をはじめとする水中生物が豊かな生物層を構成し、ハマグリやアサリなど浅海に適した貝類が繁殖します。季節の風物詩ともなってきた潮干狩りもまさにこの潮汐のなせる技なのです。人気の潮干狩り場は太平洋側に多く、日本海は調査が小さいため、潮干狩りを楽しめる場所はほとんどありません。ちなみに大潮は1年を通じて発生しているのに、潮干狩りシーズンが初夏となっているのは、大きく潮が引く時間帯が日中に当たっているためです。冬は夜間に起こるので、レジャーとして楽しむことができません。潮汐を測定するには、潮汐を知るにはその変化を測定、検潮しなければなりません。そのために使う機器は検潮儀といい、検潮柱、磁気検潮儀、洋上検潮儀などが知られています。検潮柱とは、波が静かなところに柱を立てて、海面の位置を目盛りから読み取る機器です。5センチメートルごとに赤や白に色分けされており、定時間ごとに目視で確認します。どちらかというと短時間の測定向きで、潮汐の大まかな様子を知るのに使われます。磁気検潮儀は水位の上下動を自動的に記録するもので、緯度式や水圧利用式があります。緯度式は海岸に縦方向の井戸を掘り、その底部から海までパイプを伸ばすものです。こうすると井戸の中の水面は海と一致するので、浮力体を浮かべておき、その動きを回転する円筒の記録紙に移していけば、潮汐の記録となります。水圧利用式は海中に沈めた容器内の空気圧が水位に伴って変わっていくことを利用する方法です。その変化を同期間で陸上に伝え記録します。洋上検潮儀は沖合で検潮する際に用いられるもので、やはり水圧で変化を記録します。海底に設置したり、ブイから吊り下げて利用されます。いずれにしても、こうした機器で測定されたデータが、潮汐に関する正確な情報提供や予測・予報を可能にするのです。潮流とは、潮流という言葉もよく耳にしますが、これは潮汐によって海面が低くなっていく海域から上がっていく海域に向かう水平方向の流れのことです。潮汐と同じように1日に規則正しく変化を見せますが、潮汐と比べると場所による違いが大きいです。日本には世界で最も潮流が速い場所の一つがあります。鳴門海峡です。最速では秒速5メートルを超すと言われ、あの豪快な鳴門の渦潮となって観光客を楽しませてくれているのですが、もともと海が狭まったところに海底の地形が影響し、特定の流路でこれだけの流速となっていくのです。こういった極端に強い潮流が発生する海峡では、船舶の航行が妨げられたり、安全な運航に支障が出るため、潮流信号所が設置されています。狭い海峡や港湾部では、陸岸に沿って潮流が発生します。例を挙げれば、東西方向に伸びる瀬戸内海では、流れも東西方向に発生し、潮汐によって東流れと西流れが1日に2回ずつ強く起こっています。潮汐の原理。潮の満ち引きは太古の人々にとって謎めいた自然現象だったに違いありません。人間の体に脈があるように、潮汐は地球の脈だと考えた先人もいましたし、アラビア人は太陽の熱で海水が膨張したためと理解していました。ギリシャ人は早くから潮汐や日潮不等が月の動きと関係があることを知っていたようですが、それは紀元元年頃と考えられており、
地中海に生活の場を持つ人々の洞察力の鋭さに驚かされます。潮汐の原理ですが、それはニュートンの万有引力の発見によって科学的に解明されることになります。あの広大な海面を引き上げたり下げたりする膨大なエネルギーの源は気張力であると結論付けられたのは、月や太陽などの惑星と地球がお互いに引き合っていると分かったからです。つまり気張力は月と太陽が地球に及ぼしているものなのです。月と太陽はそれぞれ別に地球へ気張力を生じさせますが、太陽の方が月よりも400倍も遠くにあるので、その気張力も月の 45% ほどに過ぎません。そのため実際には月の運行が地球の潮汐を強く支配していると言えます。月と地球はこの2つを結んだ線上に存在する重心を中心にして回転・公転しています。万有引力の法則でお互いに惹かれ合う関係にありますが、引きつけられてぶつかってしまわないのはこうして回転しているためです。万有引力とは反対方向に向かう力、遠心力が働いているからです。このように地球と月はこの2つの力がちょうど釣り合う距離を保ったまま一定の軌道を動いているのです。気張力はこの万有引力と遠心力の差によって生じます。2つの力は地球上にあるすべての物質に働くのですが、地球自体が大きいために場所によってバランスが崩れることになります。ちょうど釣り合っているところ、遠心力が勝っているところ、万有引力の方が勝ってしまうところ、このような状態の差異があの広大な海面を昇降させるわけです。潮汐は地球と月、そして太陽の位置関係によって生じる現象なので、同じような位置になった時には同じ潮汐が起こります。だから一月後には同じような潮汐現象を見ることができ、長江・長寿とも似た展開となります。また半年を経て同じ月齢がやってくると、午後と午前が逆になった状態で同じような潮汐を見ることができます。もちろん1年経った同じ月齢の日には1年前と類似した潮汐を確認できます。いかがだったでしょうか。潮汐を理解すると魚の習性や行動もよくわかるようになります。とはいえ、潮汐だけが魚の行動や生態を左右しているわけではなく、潮汐だけがあの広い太陽の生命を操っているわけではありません。したがって潮汐というものは釣りを楽しむ上で味方につけておきたい最も大きな要素の一つくらいに捉えておけばいいのではないでしょうか。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。次回は潮汐と釣り、豊かな生物層を生み出す規則正しい海の恵みへと続きます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。